上手が尖った、行き着く先のイヤホンならば、こちらは、尖りつつも汎用性のある、より多くの人に受け入れられやすいイヤホンに仕上がってる、といったところだな。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、TRN から登場した、新しいイヤホン、TRN シェルだ。TRN は海洋生物の名前を冠したイヤホンのシリーズを、ここ数年の間展開している。有名どころだと、シリーズ初期の TRN コンチなんかは、コストパフォーマンスに優れつつ、音質、付属品の豊富さなどで、現在でも初心者向けのイヤホンで真っ先に名前が挙がるほどに有名だな。それから、内部のドライバーカバーにクラゲ模様をプリントした、印象的なイヤホン、TRN メダサや、このシェルの直前に販売された、ワンパクすぎるドライバー構成のイヤホンである、TRN 上手などもリリースされている。最近、TRN が目新しいことをやる実験上、つまり、TRN 系イヤホンの最先端を担うのが、この海洋生物の名前を冠したライン、というわけだ。今回のシェルも、斬新なモデルが多かった前例に負けることのない、魅力的な仕様となっているぞ。全金属製のシェルは、結構大型。これにはもちろん理由があって、TRN シェルには、3つのダイナミックドライバーが採用されていて、そりゃもう、このサイズになるのが納得になる構成だ。TRN 以外にも CVJ でも採用例のある、10mm と 8mm、そして 6mm のドライバーを組み合わせる、異形トリプルドライバー構成のイヤホンとなっている。TRN 系のトリプルドライバーは、低音域がベリリウムメッキ、中音域が一般的なプラスチック樹脂の PET、そして、高音域がチタンの構成になっていることが多い。このシェルで採用されている、トリプルダイナミックドライバーの構成も、直近の上手でも採用された、10mm ベリリウムメッキ、8mm PET、6mm チタンコートの構成だな。ドライバーは、サイズ、振動板の素材ともに、変更すると、大きく性格が変わるんだけど、TRN や CVJ が採用するこのトリプルドライバーは、サイズと振動板素材がともに異なっていて、それらの組み合わせによって、過去聞いたことのない複雑なバランスを生み出すのが魅力。しかも、CVJ の場合は、大きい方から PET、PLC、チタンコート、と、TRN の構成とは異なっている。つまり、ナイトエルフを購入した人にも、同じサイズのドライバー3つの構成ながら、全く性格の異なるイヤホンとして楽しめるというわけだ。今回のシェルは、以前発売された、TRN 上手の普及版、といった立ち位置。上手では、高音域に、さらに補強要素として、BA ドライバー4発と、それから平面ドライバーを採用していたんだけど、シェルは平面ドライバーのみで、4BA を上手から除いたモデル、として仕上げている。ただし、高音域は1平面ユニットでも、十分にこなせていて、力不足感は全く感じないな。むしろ、上手ではこの部分が BA と平面駆動のコンボで、エイジングして本調子が出てくると、突き抜けるようなサウンドになっていたんだけど、シェルの方はちょうど良い印象で止まってくれるので、原初の TRN に脳を焼かれた、コテコテの高分離サウンドが上手の強み。こちらのシェルについては、1平面ドライバーでくっきり高音を強調してはいるものの、結構ウォームで重厚な中音域をよく味わえる、全体がよく主張できるバランスになっている。今回は BA は採用されていないものの、結構くっきり BA が主張してくる高音域が出てくるイヤホンが好きな人に、その要素を置き換えつつ、ダイナミックドライバーの可能性も見せてくれる、という、第三の道を見せてくれる、面白いイヤホンでもある、と感じたな。一時期の高速ソリッドサウンドな TRN の路線と比べると、高音域はその路線を継承しつつ、金属質すぎるサウンドを除去していて、低音域に関しては、密閉感と衝撃力、そしてウォームな音も得意な、ここ一年程度の TRN の路線を踏襲しつつ、ドライバーを増やしたことにより、中音域のフォーカスが改善されている、低価格マルチドライバーやが10年仕込んできた音の集大成に近いものを、最近のマルチダイナミックドライバー界隈は感じさせてくれるな。と、音質の話をほとんどここでしてしまったけれど、そんなわけで、ドライバーが大きく、かつ多いため、シェルの外装は大型で、かつ、金属ハウジングのためか、重量もあるぞ。重量は、TWS で5グ程度、有線イヤホンでも軽いものは5グ7グほどなんだけど、12グを超える重量となると、かなりの重量級と言える。この重さが、低音が後々までズルズル残らない、響きのキレの良さを出しているんだけど、音質と重量は、どちらかを重視すると、もう一方に影響が出がち。今回のシェルは、重量を犠牲に音質を高めている、と言えるだろうな。ちなみに、平面ドライバーは、COB をリンコ以降、よく突っ込まれている、中国系イヤホンでよく使われる、6mm の、ダイナミックドライバーと平面軸駆動の間の子みたいな、平面振動板ユニットだ。しばしば、中華低価格界隈では、初出時の名称からマイクロプラナー、と呼ばれる。構造は単純。価格も控えめ、なのに、通常の平面駆動に近い体験をもたらす、面白いドライバーだ。
先輩モデルの上手に引き続き、シェルでも、高音域の補強要因として採用されているぞ。シェルの 6mm チタンダイナミックドライバは、ウォームでかつ過不足ない高音域を提供するが、マイクロプラナーのおかげで、より詳細なディティールや、分離感が付与されている。この高音の見通しがなければ、シェルは、TRN らしからぬウォームで重めのサウンドになっていたかもしれないな。今回は、構造の都合上、音色についてほとんど語ってしまったから、ここら辺で音色についてまとめてしまおうか。シェルのサウンドは、ウォーム系な3ダイナミックドライバのサウンドに、マイクロプラナーが程よく高音域を鮮やかに仕上げる、といった塩梅の仕上がり。TRN の低価格商品も、このシェルに近い、10mm ベリリウムメッキダイナミックドライバを採用することが増えているんだけど、明らかにこちらの方が制御はうまくいっている印象がある。低音域の量感はそのままで、変に膨らんでる感じがないと思うな。低価格の TRN 製イヤホンは、樹脂ハウジングを採用する例が多いんだけど、この樹脂外装の内部で響いた音が、少し膨らんだ感じの余韻を生むので、たっぷり温かい表現をするのは得意なんだけど、低音域の分離感や、空間表現では不利になりやすい印象。シェルはがっつり重量を確保した硬質な金属シェルを採用するので、この外装も、音色に大きな影響を与えていそうだ。なので、シェルの基本的なキャラクターは、生半可な外装では、揺れで音色のディティールを潰しかねないくらいにパワフルな3ダイナミックドライバに、名前の通りの豪華なシェルを組み合わせて、それをしっかり押さえつけている。それだけでは、高音域のディティールがパワフルすぎて繊細さがないので、そこにマイクロプラナーを添えてうまいこと高音のきらびやかさを補強する感じだな。今回採用されているドライバーを、それぞれ単品で採用しているイヤホンと比較すると、10mm ベリリウムメッキ単品に比べて、全体の統一感が出てる。1ダイナミックドライバよりマルチダイナミックドライバの方が自然な統一感が出るのは面白いんだけど、ベリリウムメッキって、エネルギッシュでかつ高音域と低音域の温度感がかなりガラッと変わるところとか、中音域と低音域の間でも違いがあることが魅力なんだけど、シェルの場合、全体にエネルギッシュな方向によるように、ベリリウムメッキ単体よりも、ウォームな PET8mm が中音域に、ベリリウムほどギラギラしないものの、金属音もこなせるチタンメッキ 6mm が高音域に割り当てられていることで、全体に分厚いサウンドに、そして、外装で余計なエネルギーを抑えつつ、高音域はより綺麗に聞こえるようにプラナーを。と、ケアがかなり手厚い。PET 単体よりも、高音は明確に、かつ低音も分離厚みともに有効だ。チタンダイナミックドライバー一発のイヤホンが一番近いものの、やはり、単体よりもメリハリが良い、という印象も感じるな。しっかりマルチドライバーのうま味が活かされつつ、全体では同じ方向を向いている感じが本当にちょうど良かったな。弱点は、特になし、強いて言うなら外装か。それと、音色の性格上、どうしても狭い空間でドカドカ鳴らすような曲調になるので、空間が広いようなエフェクトは苦手。空間表現的には、狭い部屋で密閉して鳴っている感じがある、重厚なハウジングと密閉感のせいだろうか。空間の広がりにはさほど期待しない方がいいな。順番が普段と前後したけど、それ以外の付属品について最後に見ていこう。TRN のイヤホンは、付属品が豪華なことで知られている。今回のシェルは上位製品に位置づけられるタイプなので、色々と豪華な仕様になっているな。付属ケーブルは、上位機種の上手では、コネクタ端子による音質劣化を避けるために、ピンは交換不可になっていたんだけど、シェルでは従来型の、プラグが選べる TRN 製イヤホンに戻っている。これは地味ながら嬉しいポイント。それから、イヤーピースが4種類。TRN の別売イヤーピースとして人気の TRN チップスも、もちろん3サイズ付属するんだけど、今回はもう一つ注目したいイヤーピースがある。リキッドシリコン風のイヤピが付属していて、これも試すことができるぞ。さらに、シェルではノズル交換システムを採用しており、ベストバランスな標準ノズルから、加えて2パターンのカスタムも可能だ。イヤーピースとノズルを交換するだけでも数日遊べちゃう内容となっている。現在、この内容で、日本の Amazon でも、価格は1万円以下、かなり優秀と言っていいだろう。ケースもしっかりしたものが付属、初期のものは、中敷きがプラでカッツンカッツン衝突音がしていたけれど、今は硬質ながらシリコンの保護材になってるので安心だ。最後に、ノズルを使った音質変化をチェックしていこうか。ノズルにゴムのリングがついているんだけど、個人的には、黒のリングがついてるフィルターが一番好み。内部に繊維質の、高音を止めるためのフィルターが入っていて、よく見るとその密度が薄いものの方が、より分離感が高まり、中高音域のキレが増しそうなイメージができるんだけど、黒は、3つのフィルターの中で、最も内部の繊維質なフィルター層が薄いタイプ、つまり、一番ダイレクトに音色を楽しめるモデルだと思う。これを使用すると、明らかに中高音域が明るくなって、低音域の減衰はほとんど感じない。
きらびやかな高音域を期待している人には、黒がおすすめだ。変化はそれほど大きくないものの、しっかり自分に合ったサウンドに調整できるということで、このフィルターは大事。個人的に、シェルは TRN のイヤホンとしては、かなり高音域が優しいモデルに感じたので、黒フィルターにしてようやくいつもの TRN の中でも優しめの高音域を持つ、くらいの印象だな。黒フィルターなら、空間の広がりもある程度感じられる。もっとウォームにしたいなら赤フィルター。もっとライトにしたいなら黒フィルター。初期状態が好きなら緑フィルターがおすすめだ。というわけで、フィルターの可能性を感じさせてくれたところでまとめてみようか。シェルは、上手に比べて4台の BA を取り除き、購入しやすくなった、トリプル EK ダイナミックドライバとマイクロプラナーの組み合わせが魅力的なイヤホンだ。1万円以下ながら、高級感のあるパッケージに、遊び心のある4ドライバのハイブリッド。音色としては、不思議と統一感があって、それでいて各ドライバの個性が活かされていて面白い。ボーカルと低音がエネルギッシュ、高音も厚みがある音だけど、マイクロプラナーがただ眠いだけの音ではないように仕上げてくれている。上手はエイジングしたらバキバキの従来 TRN 型になってきてるけど、対してシェルは温かみがあって、最もはっきり音が出るフィルターを使っても柔らかさと厚みのあるサウンドが魅力だ。でも金属音はくっきり出るようになるけどな。魅力的な構成と、面白いサウンド、強いて言うなら、重厚すぎるハウジングが、2時間以上の使用で気になってくるかも。メインのイヤホンよりも、この個性を楽しむオプションとしての購入が特におすすめかな。メインには軽くて使いやすいモデルを一つ持っておくとさらに良いぞ。と、こんなところだな。安価ながら、高性能妙もあって、上級機と一緒に並べて楽しめる仕上がりだった。高質な TRN サウンド好きな人にとっては、少し想像と違うかもしれないけれど、近年の V10 Pro や ST7、V90 Pro に VX Pro プラスといった、ウォーム系 TRN を受け入れている人にとっては、それらの完成形の一つ、として認識できる出来の良さなんじゃないかな。といったところで今回はここまで、雪降ったり20度超えたりで忙しいけれど、体調崩さないように、